はい、カイカイトートーチャンネルのとうちゃんです。今回はですね、本の選び方を、皆さんにお伝えしようと思います。まず1個目。1個目は、ジャンルですね。いろんな本が、本屋さんに置いてあると思うんですけども、どれを選んでいいか分かんないですよね、やっぱ最初は。なので、ジャンルがあるので、自分に合ったジャンルを見つけるのは大変なんですけども、まあその中で、大きく分けると2つに分けられると思います。まず1個目が、実用書。簡単に言うと、知識を取り入れる系ですね。でもう1個が文芸書、小説だとかそういうものが文芸書になるんですけども、文芸書簡単に言うと作り話ですね。実際にいる人ではなくて、架空の人が架空の事件を起こして結末を迎える、そういう作り話ってことですね。なので本当のリアルが知りたい、本当に知識を取り入れたいっていう人は実用書の方を読めばいいし、そういう架空のお話が好き、な人は、その、文芸書の方を読めばいいし、はい、言っても分かんないですよね。ジャンルについてはまた別の機会を設けたいと思います。ポイントその2、本は買ってください。当たり前のことなんですけども当たり前のことなんですけど、本を買ってください。簡単に言うと、図書館で借りないで自分で、お小遣いからお金を削って買っていただきたいっていうことですね。別に新品がいいんですけども、新品じゃなかったら中古でもいいと思います。自分のものにするっていうのが結構大事なことで、なんで大事かっていうと、まず愛着が湧く、買うことで自分に愛着が湧くし、読まなきゃいけない使命感も出てくるしありますね。で図書館で、借りてもいいんですけど、図書館ってだいたい1週間くらい、もう借りてないんで分かんないんですけども、だいたい1週間くらいで返さなきゃいけない。1週間で本を読むっていうのは結構大変な話で、面白くなかったら別に途中で諦めちゃうっていうのも手なんですけど、まあうん図書館で借りると、ちょっと後で説明するんですけど、いろいろできないことだったり制約が出てくるんで、買ってください。本は買ってください。で本屋さんに行って買うんですけど、その時に本屋さんのいろいろジャンルも、そこでジャンルが分かれてるんですけども、本当に自分が興味あるものぐるっと回ってみてですね、興味があるものを選んでください。興味なかったら全然本当に、多分最初に興味がないと、その本はずっと自分にとって一生興味ない本なんで、本のね、題名とか見て、ざーっと見て、
惹かれるようなものがあると思うんで、その本を見つけていただきたいです。で3点目、さっきのちょっと話の続きになっちゃうんですけど、立ち読みをするですね。はい。漫画本はよくカバーがついてて開けられなかったりするんですけど、本屋さんってそういう本、活字の本ですね。実用書、文芸書、さっき言った活字系は帯がそのカバーがついてないんです。なので、立ち読みをしてくださいっていう風に言ってるようなもの、漫画はダメだけど、活字の方はできるようになってますんで、なのでぜひ読んでもらいたいです。でそこでやっぱ見なきゃいけないのは、内容もそうなんですけど、本の読みやすさ、例えば字が大きいとか、本のサイズがちょうどいいとか、そういったところを見ていただきたいですね。初めに読むんだったらやっぱり字は大きい方がいいですね。本に慣れてない人、字は大きい本、絵本読めって言ってるわけじゃないんですけども、本当に字が違うんですよ、本によって。大きい本だから字が大きいっていうわけではなくて、本当にページめくってみないと分かんない、開けてみないと分かんないところなので、一回手に取ってですね、読んでいただきたいですね。で3個言いましたけど、それでも迷うと思うんですよ。人間選択肢が多いほどいいものをチョイスできない、傾向にあるらしいので、もっと幅を狭くしてあげると100円の本とか売ってるんですよ。発行年数が古かったり、ちょっと茶色く黄ばんでたりだとか、そういうのがありますので、選択肢の一個として、安いものから読んでいけば、経済的だし、失敗しても失敗前提で話してますけど、失敗しても、ちょっと少ない金額でダメージがでかくなくなるんで、本はこの前言った通り9割以上が外れなんで、それを考慮すれば全然もうしょうがない、次に行こうってなりますんで、本の選び方はそんなところです。あと続きまして、本の読み方ですね。はい。本は、まず買いますよね。本を買ってきます。で、今読み終わった本とかなんですけども、こんな感じで、もう、これも中古なんですよ。中古なんですけども、買ってきてすぐ私は、カバー取っちゃいます。もう取っちゃいます。で、なんでカバー取るかって言ったら、あんまり前の人が、これ中古なんですよ。中古なんで前の人が読んでるから、こう本読みますもんね。だから汚いから外してるってのもあるんですけど、カバーあると邪魔なんですよね、読んでる時なんでカバーは外してます。外して捨てちゃいます、カバー邪魔なんで。であとこれは私の読む時のこれは本の読み方2個目、ポイント2個目、見えるかな。こう本読んでって、
大事なところブックイヤーっていうんですけども、これ折るんですよ。ここですね。こんな感じで折ります。なんか後で読み返したいなとか、ここキーポイントなのかなとか、小説とかだとね、折って後でページがめくりやすいように。あとよくあるのが一番最初の方に登場人物の紹介があって、登場人物がねもう10人以上とか出てくるともうわけわかんなくなるんで、戻るんですよ。一回読んでて戻ってこうやりながら読む本もあるんで、そういう場合はそこの登場人物のところを折っておきますね。結構大きめに読んで、またこうやって開けばまた見れるんですよね。もう大きく折っとけば折るほど開きやすいです。はい、この大きさも形もあるんですよ。ブックイヤーの大きさの形も。まず大事なものほど大きく折る。こんな感じで大きく折ります。で大事じゃなかったらもう本当にちょっとだけ折る。こんな感じでページってここにありますよね。で前半が大事だなっていう場合はこういう感じ。前半に大事な部分がありますよ。もう読み終わった後もう忘れてますから、このページを折った何が大事だったかとか忘れてるんで、それを少しでも思い出しやすいように、折ります。前半が大事だったら後半が大事だったらなんていうのか、矢印みたいな感じになってるんで、自分はこれで分かりやすいかなと思ってこういう感じで矢印で、読みます。はい。この折り方も大事なんですよ。だから今パッと開いてこれなんですけど、真ん中あたりに、大事なことが書いてあるらしいっていう、その読んだ時の父ちゃんのダイイングメッセージですねもうなんでこれを折ったのかっていうのはこのパッと見ちゃ全然わかんないです。はい。ですね。それとあとしおり、本を買うとしおりついてくると思うんですよ。しおりってこういうやつ、紙のペラペラしたこれを本に入れてもいいんですけどね、こうやってで本がどこまで読んだか分かるようにっていうのもあるんですけど、この軽いしおりねすぐ落ちるんですよ。でなんか電車出なきゃいけない時にしおりがポロッと落ちちゃってみたいなあるんで、僕は読んだらここまで読んだってなった時下の方を折ります。これはドッグイヤーじゃなくてなんていうのかな、なんていうんでしょう、こんな感じで、だから自分がやったところがすぐ分かるように下を折ります。でまた読み始めたらこれ閉じて途中まで行ったら折ってみたいな感じ、そうすると読みやすいですね。はい。本の読み方の、コツ、本買いまして、一番最初に立ち読みをして面白そうだなって本を選ぶんですけど、まず最初にやってほしいのは、一番最初ペラペラ自分の
読まなくてもいいんですけども、ペラペラめくるだけでいいんですよ。全然頭に入んなくて、単語の1個でも拾えたらいいみたいな、そんな感じでもうペラペラめくってもらうと、ちょっと本が読みやすくなるんで、同じおまじないみたいなおまじない使ってないから最近おまじないなんてこと、そうおまじないだと思ってこうアドベンチャー、日本の煙突豪華ゴージャスみたいな、なんか単語だけでもいいんでこうペラペラ拾う、1回でいいんですけどやってもらうと、こう本に対してもなんか、読みやすくなるんで、ちょっとやってみてください。で一番最初にこう目次あるんですよね。目次これ読み飛ばしそうなんですけど、これ結構ね、本を読む上で本を作る人がちゃんとまとめてくれてるんですよね。これも読んでもらいたいです。はい、ここにね、本を作った人、作者がこう分かりやすく、やってくれてるんで、ここもそういう単語が頭に入れるところの大事なところなんで、読んでください。で逆に、後書き解説、これ読まないでください。後ろにあるんですよ。くったらない後書きと解説、ほんとね紙の無駄ですね。本当にこれないや、あるんですよ。本の最後に後書きと解説があるんですけども、これがどんだけ無駄なものか、本当にもう本を読んできましたけど、今まで一度もいい後書き解説見たことないですね。だって考えてみてください。例えば小説の話します。小説ね、架空の人物が架空の事件を起こして結末を迎えるっていうジャンルなんですけど、本読んで、すごいこれは当たりだと思って、もうページめくってってどんどん面白かったと思って終わるんですよ。お話はね、お話終わった後に別の人が、作者じゃない別の人がそれを、解説とかあるんですよ。それがどんだけくだらないものか、本当に自分がこういい本を読んだなっていう感傷に浸ってる時に水を差されるんですよね。後書きもそうだし、後書きはでもあれか、作者が書いたやつか。後書きはいいな。とりあえず後ろのやつは読まなくてもいいです。最初の方を読んでください。あらすじとか目次で、あとページパラパラ、これ大事なんでお願いします。以上が違う。あと読み方ね、最初本を読むの慣れてない人って頭に入ってこないんですよ、言葉が。なので、本を一生懸命読んでね、大変な思いをして読むっていうのも一個のありなんですけど、ながら読みがいいと思いますよ。最初のうちは全然頭に入んなくてもいいと思うから、ながら読み、何かしながら音楽を聴きながら、テレビを見ながらはできない、何かラジオを聴きながらとか、そういった形で流し読みがいいと思いますね。で本読んでて全然頭に入ってないんだけど、先に進んでしまったってよくあるんですよ、こういうの。そういう時は戻る必要も、戻ってもいいんですけど、戻ってさっと読むっていうのもあるんですけど、
そういうのは慣れてないと思うんで、そういうところはもう飛ばしちゃう。もうその自分が読み進んだところで終わりにしちゃうっていうのもいいと思います。本は読み終わられることが本望なんで、途中で読まれなくなっちゃうよりは読んでもらいたい。それは本もそうだし、作者もそうだし、本屋さんも私も本は読んでもらいたいんです。本は置物じゃないんで、買って終わりじゃないんで、本当に中身が重要なんで。そうだ、言ってなかった。あと買うときですね、ハードカバーってあるんですよ。こういう柔らかい素材じゃなくて硬いの、あれはね読みづらいんでね、買わないでください。買いたきゃ買ってもいいんですけど、読みづらいっすよ本当に。これが硬いとするじゃないですか。でこう本があって、ページがこんな感じになるんですよね。わからないかな。これが硬くて、こういう感じで本が、簡単に言うとね、なんつうんだろうな、ここの差があるんですよ。わかるかな。読みづらいんですよ、とりあえず。読みづらいんで、本はもう読みやすくがもうモットーなんで、読みにくい本買わない。折り曲げられる本しか買わない。そういう風にしてます、私は。本は本当にもう9割外れなんで、もう本当にもうゴミっぽい資源ゴミの日にね、資源ゴミまた昼間でまとめて出すんですけど、外れなんで、そんなね外れた本をね図書館に返しに行ったりだとか、もうそこには敬意はないっすよ。もう外れの本にはもう早くどいてくれっていうか、なくなってほしいとか、そういう思いの方が強いです。はい。なんで言いたいことは、読みやすい本を、自分の興味があるね、自分が興味がある読みやすい本を買ってください。図書館じゃなくて。図書館っていうのはもう皆さん勘違いしてると思うんですけど、本って学校で大事に読まないといけない、面白いことが書いてあるんだ、で本は大切にしなきゃいけないから本棚でってあるんですけど、あれ嘘ですね。はい。本はもう9割外れなんですよ。外れの本を取っとくかなんて取っとかないですよね。もうぽいですよね。なので本は本当に、でそれの9割のその当たり外れっていうのは読み終わんないと分かんないんですよ。なんでたくさん本を読まなきゃいけない。そうするとで9割外れ、1割の当たりと9割の外れがあるわけじゃないですか。9割以上の外れが敬意払えないですよね。こんな毎回買うたんびに外れの本なんだから、もうゴミっぽいなんですよ。なんで買ってぽいが本の正しい買ってぽいですね。買ってぽいこれが本に対する、読み方だと思います、私は。いい本は本当に少ないから。で無事に本を買って読み終わって、そこで達成感があると思うんですけど、その時の話をしますと、一個願いがあるんですけど、
本を読み終わったら感想を書いてほしいんですよ。自分がなんかまあ一冊ノート買っていただいたりとか、まあ本の一番後ろとか余白あるんで一言でもいいんですけど書いてもらうとありがたいなって。それが何でいいかっていうと、次外れの本を引かないための道しるべになるんですよね。何がダメだったか。自分いい本は別にもうまあいい本でも書いてほしいんですけど、いい本はもう言わなくても多分書いてると思うんでいいんですけど、その外れの本なんですよ。外れの本のなんでこれ面白くなかったのか、逆に自分だったらどう書いたかとか、そういった部分もですね、書いてもらうと自分が次外れを引かないための一個の参考になった本ということで、外れの本を引かない、ための本になったっていう価値が出てくるんで、まあ捨てますけどね捨てますけど、そう自分のね力に少しでもしてほしいなって思います。そんな感じで、はい、次回はもう早速本の紹介をしていきます。お楽しみに。